こんにちは。お元気ですか？今日はすごく暑いみたいですね。全国の天気予報を見てみたら、やっぱり全国的に気温が高くて、熱中症に注意なんていうね、言葉も書いてありました。もう真夏よりもね、意外とこの急激に暑くなったタイミングとかがね、体とかがまだ暑さに慣れてなくて、意外と熱中症が多いのはこの初夏、気温が急に変わった時だったりするなんていうのもね、聞いたことがあるので、まだ気温の数字的にはねそんなに高くないからっていうことで油断しちゃうことってあると思うんですけれども、意外と体が慣れてないこれくらいのねタイミング、急に今日は暑いぞっていう時がね、体も負担も大きいと思いますので、水分よくとったりとかね、普段よりだるいなとかね、体自体が負荷がかかってるっていうのはあると思うので、無理をせずにね過ごしていきたいなっていうふうに思います。私は全然無理してないんですけどね。さて、ここ数日、一昨日はね、私ちょっとネットでね、マイナンバーカードの申請をしました。今更かよっていう感じだと思うんですけども、なんとなくね、マイナンバーってね、出だしの頃ちょっとなんか嫌だなっていう感じがしてて、それでなんかちょっとやる気が起きなくて、ずっと伸び伸びにしちゃってたんですよね。この制度自体ね、いろんなものに紐付けされるのもなんとなく気持ち悪いなと思って、でもしなきゃなのかななんて思いつつ、そんなことをしてるうちにね、このサラリーマンを辞めて人生お休み期間に入ったので、なんかそういうのもますますこうする気が起きずというかね、結構メンタルがねこう落ちてる時ってこう手続き系がねちょっと難しいんですよね。大した手続きじゃないんですけども、いろいろ内容を理解するために文章を読むとかね、そういうことがすごくこう大変に感じて、ちょっと辛いんですよね。そういうのもあってちょっと伸び伸びにしちゃってたんですけれども、ちょっとね私も今年からね個人事業主っていう形で青色申告しようと思ってるんで、なんていうかね、こう雇われずにこう収入を得るチャレンジをしているところなので、個人事業主の届け出っていうのもね、もう今年の最初にしてあるんですけれども、なので青色申告をするためにね、ちょっとマイナンバー取得してないとネットでの申告ができないんですよ。これまではね白色申告だったので、プリントアウトしてプリントアウトしたのを税務署にね封筒で送ってたんですけれども、青色申告でもその郵送でっていうのはできるんですけれども、ただねこのネット上でのe-tax のやつでやらないと控除の金額がね10万円低くなっちゃうっていうのがあるので、なんかねしょうがないなと思ってね。そんな感じで昨日申請しときました。いろいろね、健康保険証とかもね、ちょっといろいろマイナンバーがないとこの後さらにいろいろめんどくさくなっちゃいそうなので、もうそろそろ限界かなっていう感じで、もうマイナンバーをねもう取得しなきゃなっていう感じで申請しときました。もう最近はね、もう今年ぐらいはメンタルもだいぶ落ち着いてきたので、ちゃんとねそういうやり方とかのページとかも読んで理解して手続きするっていうのは全然簡単だったんですけれども、で写真とかもね撮らなきゃなんでいわゆる証明写真みたいなやつなんですけれども、もう最近はねもう自分家でスマホでこう、写真撮ってそれをネット上にアップしてっていうので簡単にできるんで、本当にそれは昔に比べて便利になったなっていうふうに思いますね。昔はねよくこのインスタント写真があるじゃないですか。駅前とかね、ショッピングモールとかね、そういうところにこう入って600円とか
800円くらい、600円から800円くらいかな、それくらいの金額を出して証明写真を撮るっていうのがねいつものお決まりだったんですけれども、もうここ数年はね自宅でスマホで撮って、それをこうネットでの申請の時にはそれを使えるし、なんか書類とかでね紙で出さなきゃなんない時とかでもこの自分家で撮ったやつを、私はいつもセブンイレブン使ってるんですけれども、セブンイレブンのネットプリントの証明写真として出せるやつがあるんで、それをいつも利用して、セブンでこうプリントアウトをして写真にしてっていうのをやってましたね。それもねいくらだったら300円くらいかな、200-300円でできたと思うので、全然ね外のインスタント写真のところでね撮る必要がないのでね、お安いし、楽だしっていうのはすごく便利になったなっていうふうに思いましたね。それにあれちょっと恥ずかしいんですよね、インスタント写真のところに入って撮るときってね、なんかね一応服とかもね襟があるやつを着てったり しようとかね考えてめんどくさかったりとかしてね自宅で撮れるのはいいなって思いました。ただね一応こう写真がこうマイナンバーカードに載る写真として何年かこう残る写真になると思うので、一応化粧ぐらいはしなきゃなと思って、昨日久々に一昨日か久々にこの写真のために化粧をして、自分家でねスマホでカメラで撮ったんですけど久々に化粧してこう写真撮ったらやっぱね私老けたなって思ってちょっとショックを受けましたね証明写真とかって結構老けがすごく如実にわかるじゃないですかだからね私若い頃からのね証明写真のなんかに使った写真の余りのやつとかって全部撮っといてるんですよでそれをねこうたまにこう見てみるとちょっと面白いんですよね。若い頃からだんだんこう20代30代40代とねこう年齢を重ねるごとに私顔こんな風に変わってきたんだなみたいなそうそんなのを見たりしたんですけど、一昨日ねその久々に化粧をした時ねこう思ったんですけども、私もう化粧しなくていいなって思いましたね。なんか身だしなみとしては化粧って必要なんですけれども、もちろんね会社員として働いてたら身だしなみの一環で化粧は絶対してたと思うんですけれども、ただねなんていうのかな、その見た目をね可愛くするとか綺麗にするとかね、なんていうんだろう、いわゆるこう女度をアップするための化粧っていうのはもう必要ないなって思いましたもともとね私はそんな化粧でねこの容姿が変わるような化粧はあんましてなかったんですけれども、その目がこう大きくなるとかなんだろう、やっぱ目かな。あとはこうファンデーションとかもこの影とか、もしくはこう明るくなるハイラインなんだっけ、ちょっとごめんなさい化粧全然疎いんでそういうのとかも全然してなくて、最低限の身だしなみみたいな感じでしてたところがあるんですよね。だから本当化粧がすごい人とかファンデーションとか綺麗にのってこの影とかもうまく使ってこう血色とかもうまく入れてなんだろう、ごめんなさいちょっとよくわかんないんですけど、そういう目とかもねこのインラインとかねちょっとあれ目大丈夫なのって思ってたんですけどそういうのとかもしてて、あとはね会社員だった時はね一応マスカラもしてたんですよ。なんかマスカラしてなんていうんだろう、こうビューラーで少しまつげ上げてマスカラしてないとちょっとちゃんとして化粧してない感が出ちゃうかなと思って一応ねそういうのはしてたんですけどね、毎朝めんどくさいなと思いながらしてましたね。ただねアイライン引いてちょっとアイシャドウ入れてマスカラするとね目がねすごいパッチリするんでねちょっとこう眠そうな目じゃなくなるというかね、ちょっとこうなんていうんだろう、シャキッとしてる感は出るかなっていう風には思ってましたね。あとは表情とかがはっきりするので、ある程度この意思の疎通っていう意味ではこうなんていうかそういうのはありなのかなっていう風に思ったりとかしてましたね。
で一昨日の化粧もね一応写真に撮るのでなんて言うんだろう、ある程度濃くてもね人に合うんじゃないので、なんていうか舞台とかで俳優さんが舞台の時の化粧ってちょっと濃くするじゃないですか。そういうのと同じで若干目肌立ちをねしっかりするために普通ぐらいのマスカラとアイラインくらいは入れましたね。あとはこうファンデーションとかはねもう影とかは入れるのめんどくさいんでそこまではしなかったですけど、一応こうファンデーション塗ったらちょっと顔の色が単一になっちゃうんでチークぐらいはちょっと入れたりとかしましたけどね。ただね確かに化粧すると漏れるんですけれども、私ももうね48歳っていうアラフィフの年齢なのでね、持ってもねなんだろう、なんかもういいなっていう気がしましたなんかもうねすっぴんでいいわって思いました。だからっていうかね、今もね化粧して外に出かける時とかも私ファンデーションと眉毛しかしてないんですよ。だから顔の作りが変わるような化粧はしてないんですね。でもなんかちょっとそれくらい、特にね眉毛とかをある程度描いてないと若干きちんと感が出ないというか、なんだろう、身だしなみの観点からちょっとなんかねそれくらいはしたいな、整えるというかね、左右のバランスとかね、顔とかも非対称な部分っていうのはあるので、ただねもうアラフィフの年齢になってきたら、もう私の場合はなんですけれども盛るようなメイクもいいやっていう気がしましたなんていうかね、ちょっともうね戦線離脱したなっていうのがねはっきりと思ったっていうか、なんかもともと戦線っていうのはいわゆるなんだろう、恋愛戦線かな、なんていうか可愛くとか美しくとか綺麗にとか女性として盛る必要がもうないというかねもちろんファッションとしてとかね、そういうなんていうかちょっとした娯楽とか楽しみとかね、そういう意味ではもちろん楽しいものだとは思うんですけれども、私あんまりねお化粧とかに関してそんなにそういうのはないので、ただ洋服とかは好きなんで、場合によってはその洋服に合ったそのメイクっていうのはちょっと目がねもうちょっとパッチリしてた方が服との相性がいいとかそういうのがあったりとかするんで、そういうのはしたいかなというふうには思うんですけれども、なんていうのかな、なんとなくもやっていうかふわっと感じたのは、もういわゆるこの動物であれば例えばクジャクとかがねこの異性を引き寄せるために綺麗な羽をバッと広げてとかね、そういう意味でのこの化粧はもう必要ないなっていうか、いやもうずいぶん前から徐々に必要はなくなってたんですけども、もういらんなっていうのがねはっきりしたっていう感じですね。なんて言うんだろう、生物的なこの本能的なこの種を残すための本能的なつがいを探すとかね、そういう部分はもういらんなっていうふうに思ったっていう感じですね。実際ね、私ももう子供を産むような年ではないので、はっきり閉経するまでは子供はまだもちろん埋めてしまうでしょうけれども、もうさすがに気分的にはもうとっくにありえないとは思ってましたけれども、もう明らかにそういうのないなっていうのが徐々にねグラデーション的にそういう気分には思ってたんですけれども、もうないなっていうのがふと思ったっていう感じですねだからなんて言うんだろう、さっき言った恋愛戦線離脱というふうには言いましたけど、正確には恋愛戦線というよりも種を残すための戦略的なそういう戦線はもう離脱っていうと脱落したみたいなイメージがあるんですけども、なんていうか自然にフェードアウトしつつあるな、ほっとしたなみたいな、そういう感じですね。もしかしたらこの恋愛っていう部分に関しては別にね自分の種を残すとかね、自分の DNA を
残してから死にたいとか、そういう本能的なこのエゴとは別で、なんていうか、この単純にね、別にこう種を残すとかじゃなくて、この先一緒にいたら楽しいなとか、この人が好きだな、一緒にいたいな、一緒にいると心地いいなとか、そういう感じで普通にパートナーシップとかね、あと人によっては晩婚、遅くにそういう子供は授からないけど、全然ただ結婚したいから結婚するっていう、そういう方もいらっしゃるので、そういう意味では、恋愛戦線ではないですね、よく考えたら。なんだろう、種を残すための戦線かなは別にもうないなっていうふうに思ったっていう感じですね。またなんですかね、ちょっとよくわかんない話になっちゃいましたけど、こうなんだろうね、やっぱ若い時はね、この自分の見た目とかもやっぱりコンプレックスがあったりとか、気にしたりとか、あとはちょっとでもね、こう痩せて綺麗になったりとか、メイクをすることでちょっと可愛く盛れたりとかすると楽しいし嬉しいしっていうのもあったし、やっぱね、こう異性にモテた方がちょっとこう嬉しいじゃないですかで、もし自分が気に入ってる異性が自分のことを気に入ってくれたら、それこそメイクとかもね、その戦線のうちの戦略になったっていうわけで、それは成功っていうことになりますので、なんていうかね、なんだろう、それも楽しみながらも大事なこの生物としての大事なこう活動だなっていうふうに思ったりしましたね。でも最近はその本能的な部分とは別によくね、ここ数年ルッキズムなんていうのもね言われてきて、いろいろそれでいろんな角度からのね、あれがあると思うんですけれども、何ですかね、やっぱり見た目至上主義みたいなところがあったら、ちょっとね、見た目がすごくいい人なんて全体の数パーセントで、いいっていう人が全体の20% とかだと思うので、少数派ですよね。だからそれ以外の人があんまりハッピーじゃないっていうことになっちゃうので、でもどうなんでしょう、私よく思うんですけども、この恋愛とか異性のタイプとか好みっていうのは不思議だなっていうふうに思うんですけれども、なんていうのかな、例えば一つの例で言うとなんですけれども、なんていうのかな、自分がどんな人がタイプですかみたいな風に聞かれた時に、特にタイプっていうのがないから答えるのに昔困ってたんですよね。なんとなく雰囲気的に一緒にいて合うなっていう人がタイプだったんで、なのでちょっとそういうのは分かんなかったんですけども、ただね、なんていうんだろう、一般的に見た目がいい人、顔形が整ってる人、身長がそこそこあって足が長いとかね、そういうのがいわゆる良いとされてますよね。いわゆるモデルさんの体型を良しとするというかね。確かにそう、見目がいい人は見てて、おお素晴らしい、美しい、かっこいいねみたいなのは分かるんですけども、それとは別に自分がなんていうのかな、なんか来る、なんかよくわかんないけど、この人決してイケメンではないけど、なんかこの人いいなっていうのとか、そういうのってあるじゃないですか。それがいわゆる自分が持ってる DNA と相手が持ってる DNA、 その相手の体から発するフェロモンを察知したっていうことなんですかね。だからこの人とつがいになって自分の種子を残せば、いわゆるなんていうか、丈夫だったりとか、もしくはすごい賢かったりとか、そういうのが生まれるっていうのを本能的に感じてるっていうことなんですかね。なんだろう、何の話だって感じなんですけど、あとこれはあんま人に普段の話では言ったことないんですけど、いわゆるね、この一般的な見た目で例えば人がコンプレックスですって思ってるとこが、相手からすると意外とそこが可愛いとか、なんかこういうの好きとかね、そういうのあったりすると思うんですよ。
例えば目が小さいとかね、ちょっと太ってる小太りだとかね、男の人でも少しぽっちゃりした女の子が好きとか、女の子でもね意外とクマさんみたいな人が好きっていう人もそこそこいるんで、しかもマッチョな人っていうよりもちょっとぽちゃっとしたクマさんみたいな人が好きとかね、そういうのもあったりとかして、あとね、ちょっとこれは私の場合なんですけれども、例えば男性で少し足が短いなっていう人がいるじゃないですか。なんかめっちゃ失礼な言い方なんですけど、背が低いっていうよりも、背が低いのもそうなんですけど、背が低いも入るかな、全体的なバランスが少し足が短いなっていう方を見ると、私ちょっとねセクシーだなって感じちゃうんですよ。なんかね、そうだから意外とおそらくご本人は足が長くないなっていうのをもしかしたら少し思ってるかもしれないし、気にしてないかもしれないけど、一般的に見てね足が長いのが良いとされてるじゃないですか、そのルッキズム的にはね。でもねなんかね足が短い男性のことをねちょっとセクシーだなって思ってるっていう、そういうね人間もいるっていうのをね一応なんかね、私の他にもそういう人いるかな、なんかねあんまそういうの聞いたことないけど私はそう思ってるんですよね。でなんでそれがって思うと、多分なんですけども、ちょっとねどさんこっぽい感じイメージなんですよ。なんかどさんこっていうと、どさんこって北海道民っていう意味じゃなくて、それの語源となった北海道にいるお馬さんのことです。本物のリアルどさんこ。足が短くてがっちりしてるそういうお馬さんがいるんですよ。なんかだから要はこの下半身がすごいしっかりしてるように見えて、足が短い方が安定しててとかね、多分そういう力強さをね感じるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ちょっと分かんないけど多分ね。でさらに言うと、なんとなくねそういう人の方がねなんていうのかな、足が長くてスラッとしてる人よりも種を残す力が強そうっていうかね、ちょっとこれ以上はね下の話になってしまうので、ちょっとこれ以上はあれなんですけれども、多分そういう感じでセクシーさを、つまり魅力を感じるんじゃないのかなっていうふうに思いますね。で一応断っておくんですけども、私がだからといって足が短い方全員がセクシーだっていう風に感じてて、街を歩いててちょっと足が短めだなっていう人を見た途端毎回そう感じてるとか、そういうことじゃないんですよ。多分普段は何も感じてないんですよ。多分よく考えてみるとそういう部分があるなみたいな、多分奥の方で結構そういうことを感じてるかもなみたいな感じですね。なんだろう何の話かな。だからもしかしたらねちょっと下半身がしっかりしているイメージになるのかもしれないですね。実際にね足が長いよりもね腰の骨盤のところから下の方が短い方が安定感はあると思うんですよね。だからそれを言うと場合によっては背が高い人が好きっていうのも、例えばキリンの原理でこの背が高い木の上のある方の実を取ってくれそうみたいなね、そういう感じで本人はそう思ってないけど深層心理なんだったらこの DNA 的なね、古代のその人のもうすごいもう何代も昔に遡って古代生まれてた自分の子孫の人がすごい木の実が大好きで背が高い人とかめっちゃ取ってきてくれたで、そういう人にめっちゃ惹かれてるみたいなね。だから背がひょろっと高くて首が長かったりする人になんとなくキュンってしちゃう人はさくらんぼとかね高い木の上に
ある木の実とかね、実はそういう木の実とかね、そういう系のベリーとかが好きだったりしないですかみたいなね。パンケーキの上に乗ってるベリーがすごい乗ってる可愛いパンケーキが好きな人はもしかしたらね、背の高いひょろっとした男子が好きかもしれませんっていう、ちょっとなんですかね、なんかよくわかんない話になっちゃいましたね。これ何ですかね、私マイナンバーカードの話からちょっとよくわかんない話になっちゃったんですけども、そんな感じでね、一昨日無事マイナンバーカードをね、ネットでサクッと申請しときましたっていう話ですね。でちなみに昨日はね、お買い物、ネットショッピングをしました。もう買わなきゃって思ってた、ずっと伸び伸びになってたやつをね、ポチりましたね。だから楽しいショッピングっていう感じじゃないんですけども、ココアとかね、あとはこのコーヒーのハリオのドリッパーに使う時のペーパーですね。ハリオの V60 の間違ってでっかいの買っちゃったかな。ちっちゃいペーパーを買ったりとかしましたね。あとね、オーガニックコットンの敷シーツと、あとね、めんどくさかったのはね、USB コードとマイクを買ったんですけれども、これがね、ちょっといろいろ選ぶのがね、もうめんどくさすぎてね、ちょっと伸び伸びになっちゃってたんですけど、ついに買いましたね。マイクとかはね、私今こうやって喋ってるのも携帯に向かって喋ってますし、ちょっと1個ぐらいマイクあったら便利かなって思ったのと、あとね、夜寝る前にこう布団の中で寝ながら喋るっていうチャンネルをね、立ち上げようかなってなんとなく思ってたんで、こう携帯持ちながら大変なんでね、ちょっとピンマイクみたいの買おうかなって思ってて、それもね、マイクどれがいいかなっていうふうにいろいろ検索したりとか、探してるのがめんどくさくて伸び伸びになっちゃってたんですけど、昨日やっとポチりましたね。マイクはね、結局ピンマイクにして、結局コードレスの無線のマイクにしましたね。本当は有線のが良かったんですけど、やっぱり線がある方がいろんな機器って安定するし、そっちの方がシンプルでいいなって思ってたんですけど、意外とね、無線のは結構いっぱいあったんですけど、有線のやつは少なかったし、あとね、評価のコメントみたいなところ見ると、なんかいろいろなんかあんまいいのがなかったんですよ。だからいろいろ悩んだ挙句無線のやつにしてみました。あとね、 USB のコードも新しく携帯買ったらね、手持ちのこの充電器とかコードが充電はできるコードはあったんですけども、このデータを転送するコードではなかったんで、ちょっと不便だなって思ってたんですよね。だからデータも転送できるコードを買いたいなと思ってて、それを買いましたね。タイプ C のポートの部分がタイプ C のやつなんですけれども、で今まで充電だけはできてたんですけど、このコードをなんで持ってたんかなって思ったら、多分Kindle を買った時の充電用のコードが多分それだったと思うんで、いや、それあってとりあえず助かったわって思いましたね。そんな感じで USB コードを買ったりしました。コードだけなんでね、充電器のコンセントに挿す部分は買ってないんですけども、もしかしたら充電器もいずれタイプ C のやつの充電器買いたいなと思ってて、なんかね、 USB-B とかそのコード、 USB コードとかポートとかって本当に最近いろんな種類が出てきてわけわかんないですよね。この前買い替えをした前の携帯、その携帯今でも使ってるんですけど、これだと多分タイプ B のまた何かの種類なんで、新しく機種変した携帯はね、タイプ C のやつだったんで、結構数年でいろいろ変わりますよね。
で今まで家の中にあるコードとかも昔のやつから最近のやつからちょっとわけわかんないのがごっちゃごっちゃになってて、意外と難しいですよね、最近の USB のコードとかポートとか、あと充電器とか。そうだからね、ちょっと今回はポチらなかったんですけど、充電器もねタイプ A とタイプ C が両方ついてる充電器をちょっと後でもしかしたら買ってもいいかななんて思ったりとかしましたね。なんかこう昔だったらいろんなこう携帯とかいろんなこう電化製品とか機器、なんだこのデバイス機器みたいのを買った時って必ずセットで充電器とかもついてきて、その充電器にこの USB コードがもうセットでくっついちゃっててこうついてくるみたいな感じだから、あんま考えなくてもよかったんですけど、もしかしたら最近の傾向っていうのはいろいろこうなんて言うんだろう、パソコンとかスマホとかそれ以外の機器とかも多様化してるので、充電器と USB コードとその元のデバイスとか結構みんなバラバラで買うのが主流になってきたのかななんて思ったりとかしましたね。でなんとなくこうタイプ C のものをいろいろ揃えといた方が良さそうだからタイプ C2C のコードとかね、だからちょっとね今回もねこの C2C のコードを買ったりとかしたんですけど、ちょっとねもうそういうねこう多分ね10年前から10年後の今だと USB コードでもかなりいろいろ変貌を遂げてると思うのでね、なんとなく使ってたらなんとなくわかるけど、ふとした時にあれいろいろありすぎて気がついたらちょっとよくわかんなくなってるわみたいな、この定期的にねなんか調べてこう学習しないとわけわかんなくなっちゃうみたいな感じですね。ちょっと一度ねこの USB コードとかも調べてみたいななんて思ったりとかしましたね。ちょっとめんどくさいけど、なんかねこういうの調べるときねなんだろう、こういういろいろこういう系に詳しい人がねこのパートナーとかでいたらねこのめんどくさくなくていいのになとか思ったりとかしましたね。なんかこう聞いちゃえば早いし、わけわかんない時は頼んじゃえばやってくれるとかそういう人がいたらね、だから料理ができてこのいろいろそういう機器に明るい人とかねがいたらね、そういう人がパートナーだったらめっちゃいいなとか思いましたね。ただ最近はねなんか調べたい時もねGoogle で調べるよりもチャット GPT っていうねパートナーがいるんでふわっとしたこともある程度ね調べてくれるっていうねそういうのもできてきたんでそのうちねこの Android とかが普通にできてきたらねそういうパートナーもいらなくなるかもしれませんね。イーロン・マスクとかも言ってましたもんね。アンドロイド300万くらいのあと10年くらいでこれだけリリースしたいみたいなことを言ってたりとかしましたよね。なんかそういうのもあるからそうまあそんな感じですかね。いや今日は本当に暑いですね。夜ビールとか飲んじゃったらちょっとルンルンしちゃいそうな暑さでございました。ということでこれじゃないよ。それではまた。